食塊が胃に入ると胃の消化活動と蠕動運動が活発になり、食塊と胃液が攪拌されます。通常食塊は2時間から4時間滞留し、顆粒状になって十二指腸へ押し出されます。蠕動運動は胃壁を形作る3層の平滑筋がアウエルバッハ神経層の刺激で収縮して起こります。この神経層はさらに自律神経の支配を受けており、副交感神経は促進的に、交感神経は抑制的に作用しています。また胃壁内側の粘膜には胃腺が密集しており、胃液を粘膜表面へ進出します。胃腺は数種類の上皮細胞で構成されています。ペプシノーゲンを分泌する主細胞、塩酸や内因子を分泌する壁細胞、ムチンや炭酸水素イオンを分泌する副細胞などです。胃腺の底部には ECL 細胞や G 細胞などの内分泌細胞があり、セロトニンやヒスタミン、ガストリン、ソマトスタチンなどを血液中に分泌して胃液の分泌を調節しています。胃液に含まれる塩酸の役割は、食塊とともに混入する微生物の殺菌、食塊中の結合組織や筋繊維の分解、そしてペプシノーゲンの活性化です。塩酸の作用でペプシノーゲンはタンパク質分解酵素ペプシンに変換され、その活性は塩酸が作り出す pH1 から3の強酸性化で最大となります。副細胞から分泌されるムチンや炭酸水素イオンを含む粘液は、こうした塩酸やペプシンを含む胃液の強力な消化作用から粘膜自体を保護しています。このように正常な胃は胃粘膜に対して胃酸やペプシンといった攻撃因子とムチンや炭酸水素イオンといった防御因子のバランスを保ちながら食塊を消化しています。しかし何らかの理由でこのバランスが崩れて攻撃因子が過剰となると、粘膜が障害されて消化性潰瘍などが引き起こされます。こうした攻撃因子として一番問題となるのがヘリコバクターピロリ、ピロリ菌の感染です。日本では胃潰瘍の 60% から 80%、十二指腸潰瘍の 90% から 95% にピロリ菌感染が認められます。ピロリ菌はウレアーゼを産生して粘液に含まれる尿素からアンモニアを生成します。このアンモニアによって局所的に胃酸が中和されるので、ピロリ菌は胃の粘液層に住み着いて増殖することができます。さらにピロリ菌の産生するさまざまな酵素や毒素、菌体成分が直接的、間接的に胃粘膜を障害すると考えられています。また近年では非ステロイド性抗炎症薬エヌセイズの服用による消化性潰瘍が増加しています。エヌセイズはシクロオキシゲナーゼを阻害して疼痛に関わるプロスタグランジンの合成を抑制することで局所の痛みを抑える鎮痛薬です。しかし胃粘膜ではプロスタグランジンが粘液の産生を促進したり胃酸分泌を抑制したりしています。このためエヌセイズでプロスタグランジンの合成が抑制されると胃の防御機能が大きく減弱してしまうのです。このように攻撃因子を増強させるピロリ菌感染とエヌセイズの服用が近年の消化性潰瘍の二大成因となっています。